前回はかなり惜しかったね。さすがは私が見込んだ男だ。劣勢からの反抗は中華民国のお箱だ。チャーチルの右手が光らなければ私が勝っていたはずだ。アバドンの執行を打ったタイミングではウィンストンも負けたと思ったみたいだよ。ウイスキーを持つ手が震えてるのを見ただろ。デュエルには時に自分のライフの損失を厭わないような大胆さが必要だ。それに今回は私の白黒コントロールがどう機能するか試したかった。君、自傷ダメージが一番多かったでしょう。しかしかなり興味深い構成だった。君のその国民政府式支配戦術の全容を紹介してくれるか。いいだろう。この大将軍小中世の相手、死をもたらす者サレボクをご紹介しよう。では私の統率者死をもたらす者サレボクをご紹介しよう。国民党には戦後も働いてもらう必要があるからね。現在のその実力を見定めなければ。何か言ったか。独り言だ。気にしないでくれ。死をもたらす者サレボク、バルダーズゲート収録の黒4マナの伝説のクリーチャー。背景選択という同セットのみのメカニズムがついており、伝説の背景エンチャントを統率者に指定することができる。共闘の足だね。背景は白2マナの貴族生まれだ。この2枚が統率者の白黒のデッキになる。それぞれの能力について説明していこう。まずサレボクの能力だ。各プレイヤーの終了ステップの開始時にこのターンにパーマネントが戦場を離れていなかった。そのプレイヤーはサレボクのパワーに等しいライフを失うという能力だ。各プレイヤーだから自分も含まれるね。分かりにくいので補足しよう。パーマネントが戦場を離れていなかったなのでもう少し具体的に言うと、サレボクからのライフ損失を回避するには除去を打つ、バウンスする、戦闘でクリーチャーが死亡する、フェッチランドや宝物などを生贄に捧げるといった手段がある。優先権による処理順の問題で対戦相手は終了ステップに誘発する効果では回避できないことには注意が必要だ。また誰が戦場から離したかも問わないと、対戦相手のターンにインスタント除去やフェッチランドを生贄に捧げるといった行為が助け舟にもなり得る点も留意しておく必要がある。対戦してみないと実感できないポイントだね。ライフを失う効果といっても条件付きで3点では心もとないんじゃないか。ライフロスの点数はサレボクのパワーを参照する。したがってサレボクのパワーを上げていくことになる。なんだって貴族生まれとはそのための選択だったのか。貴族生まれの効果は私の統率者が戦場に出るかアップキープの開始時に各プレイヤーは自分のクリーチャー1体の上にプラス11カウンターを2個置いてもよく、置いた各対戦相手につき私は次のターンまでそれぞれプロテクションそのプレイヤーを得るという効果だ。基本的には次のターンにサレボクのプレイヤーを殴る予定がない場合はカウンターを乗せるということになるね。私のターンに次の行動を制限することになる。統率者戦では予想していた展開にならないことも多い。先に攻撃しないことを決めたことを後悔することもあるだろう。ただその選択をしたのはあくまで対戦相手だ。どちらにせよサレボクのパワーは2ずつ上がっていく。意外とライフロスを回避する条件を満たし続けるのは難しいんだよね。能力説明ばかりになってしまったが、まとめるとどういう戦術で戦うんだい。サレボクを強化しながら盤面の脅威には豊富な除去で対応し、高みの見物を決め込むという戦術だ。ちょっと何言ってるのかわからないね。もう少し中身を見ながら説明してもらおう。ではまずマナ基盤の説明をしていこう。特別な内容はないかもしれないが土台だからね。土地の採用数は31枚だ。内訳は白が出る土地が22枚、黒が出る土地が23枚、両方出る土地が15枚だ。ほぼ正方だね。統率者の能力の都合上フェッチランドは多めになっている。これに加えて序盤の安定性と速度の向上のため2マナ以下のマナアーティファクトが9枚入っている。同等の効果があるカードも3枚入っている。マナ方面の枚数はやや多いね。白黒は序盤の安定性を確保するのがかなり難しい。有用なドロー手段が3マナに集中しているためそこへのアクセスは絶対だ。また5マナ以上の呪文も多い構成のため3マナのマナアーティファクトも2枚採用している。対して
2マナ以下でドローできる呪文は3枚だ。最悪3枚入っているサーチ呪文でマナアーティファクトをサーチするのを挟むのも選択肢の一つだ。序盤で太陽の指輪を持ってくる動きが弱いわけではないからね。不必要にヘイトが上がるためあまり取りたい行動ではないの。このバランスだとマリガン込みの初手で安定札を確保できる確率は 88% 程度。3ターン目までに3マナ出せる確率は 95% 程度になるだろう。十分な安定性を確保できているようには思えるね。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では次に採用クリーチャーの説明をしていこう。採用する戦術によって大きく変わる部分だね。統率者の説明が長くなってしまったので軽くしか触れられなかったが、主要なダメージソースはサレモクの効果。基本的には統率者をバックアップしていくことになる。役割を大別すると、一つはマナを伸ばす役割、一つは統率者を保護あるいは強化する役割、一つは相手の行動を阻害する役割、そしてアドバンテージ源としての役割だ。全部サポート要員だね。マナを伸ばす役割の部分はすでに2枚紹介済みだ。宝物はサレボクの効果を回避するのにも使える。保護する役割のクリーチャーの中でプロテクションを付与するタイプはサレボクの攻撃を通すのにも使えるので、戦術との噛み合いは良い。行動を阻害するタイプはオルゾフにしては採用数を絞っている。あまり強力に行動制限をかけると対戦相手の攻撃目標としての順位が上がってしまうため、少し控えめなぐらいがいいだろう。攻撃の優先順位が低ければ貴族生まれで安全を確保できるということだね。アドバンテージ源のクリーチャーには定番カードも多い。やや防御的な効果のものを採用している。こちらへの攻撃をためらわせるのが重要だ。攻撃される優先順位をされて対戦相手を争わせるのか。またこれらのクリーチャーを再利用できるこの2枚はうまく使おう。一度捨てたカードも時が来れば再利用。王朝名のように。いや、彼は2度目の起用で裏切ったか。なんとなく君の戦術が見えてきた。次のテーマに移ろう。では次にアドバンテージの獲得手段について説明しよクリーチャーとして大部分は説明したのかな。う。その通りだ。主要なアドバンテージ源はクリーチャーだ。ただ後で説明するが、クリーチャーは自分の除去に巻き込むので、それ以外にもアドバンテージ源を確保しておくのが望ましい。継続的なアドバンテージ源としてはこの辺りだ。やはりクリーチャーと比べると数が少ないね。それで獲得したアドバンテージは主にどう使うんだい。盤面を見てクリーチャーを展開するか、盤面を整理するかになるが、盤面を整理するのは得意だ。かつての北伐でも敵味方を問わず不要な勢力は粛清した。つまりは全除去か。白黒は盤面への干渉は強力な色合わせだ。全除去もピン除去もえりすぐってある。ピン除去は全部追放除去だね。全除去に関してはサレボクを残して除去できるようなカードを6枚採用している。これをうまく使っていくことがこのデッキの要点になる。これまた癖の強いカードだ。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では次に勝利手段について説明しよう。基本的にはサレボクをバックアップしていくんだったね。その通りだ。勝利手段としてはサレボクによる統率者ダメージでの勝利か、サレボクの能力によるライフルーズでの勝利を目指す。それ以外のコンボ等の勝利手段は一切搭載していない。統率者ダメージは分かりやすいが、統率者ダメージで倒せるのは1人だと思っていた方がいいだろう。貴族生まれが維持されている限りは7、9、11と上昇するので、遅くとも3発何か他の修正を合わせられれば2発で倒すことが可能だ。攻撃を通す手段としてはプロテクションを付与する以外、土地の能力でブロックされないようにするという選択肢がある。全除去で流して押し込むというのも有効だ。そんなにうまくいくとは思えないのだが。そうだな。メインの勝利手段は統率者ダメージよりも効果によるライフルーズの方だ。そんなバカな。サレボクを維持して盤面のリセットを繰り返し消耗戦に引き込めば勝利は目前だ。勝利とは一撃必殺では少しずつ相手の力を奪い、最後に静かに息の根を止める高日戦の基本だ。実際これで機能しているんだよな。このテーマは分かった。次のテーマに移ろう。では次に欠点とその対策について紹介しよう。まずは統率者依存度だろうね。その通りだ。
統率者を用いない勝利手段がほぼ存在しない。したがってどうやって統率者を維持するかが重要になる。除去から守るということではなく、もちろん除去から守る手段もいくばくかは入っている。ただそれ以上に重要なのはターゲットにされないようにコントロールするということだ。対戦相手にとってサレボクの脅威は見えているが、失うライフが見える上に回避する手段もある程度用意可能だ。他の脅威レベルの方が高ければ放っておいてもらえる。その間にライフが詰まってくるのが理想的な展開。自分でもライフルーズするのもヘイトを下げるのには有効だ。実際にはそういうヘイトコントロールが大策になる。サレボクの支配の前に人は平等か。もう一つは勝利するには時間がかかるということだ。まあそうだよね。臨除去や全除去で時間を稼ぐのはもちろんだが、極上の地はこのデッキではライフゲインリムそのものが強いコンボパーツとして入っているわけではないという説明は必要だ。逆に寿命を縮めることになるから。逆に勝利手段を増やそうと思ったら、もう一方のコンボパーツを入れてしまえばいいのか。よくわかった。以上が国民政府式支配戦術の全容だ。私の実力を分かってもらえるからな。なかなかに興味深い内容だった。紹介されていないカードもないようだね。実に堅牢なデッキだ。そしてじわじわとライフが削れていく。君の戦い方そのものだな。そうだ、盤面の支配は一瞬でも気を抜けば崩れる。敵が何を企てているか表に出ない動きを読む必要がある。我が国の内部にもそれは言えることだ。君が共産党に対して強硬なのは分かっている。だが終戦後の中国に必要なのは安定だ。アメリカとしてもあまりに一方的な強権は支持しづらい。私が手を緩めればあっという間にあの赤い波に飲まれ、停戦とはカードの伏せと同じだ。いつめくられるか何が飛び出すかは相手次第だ。どうやらこのゲームはまだ終わっていないらしいな。いや、俺たちの戦いはこれからだ。